こんにちは。ナオミライフのナオミです。ご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画では、キャンピングカーを購入したいと思った購入理由と、その購入したキャンピングカーをなんで売却したのかという売却理由、そして次の候補として探す上での我が家の必須条件などをお話しさせていただこうと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。早速ですが、1番目のキャンピングカーを欲しい、購入したいと思った理由についてです。欲しいと思った一番の理由は、我が家にいたワンコたちのためでした。東日本大震災で被災した身内の中にもワンコを飼っている者がいました。避難所に入れず、ワンコと一緒に乗用車の中で過ごす日々が続きました。その日々はとても人間だけでなく、ワンコにとっても辛い日々だったと思います。もちろんワンコの苦手な方もいらっしゃるでしょうし、避難所に一緒に入ることができないというのは理解もできます。でも家族ですから、一緒に、そしてできるだけ快適に過ごさせたい、そう思ったのがきっかけです。キャンピングカーというものがどういうものか全くわからなかったので、2019年の幕張のキャンピングカーショーに行こうと計画しておりましたが、その数日前に我が家のワンコが、体を壊し急変して虹の橋へと渡ってしまったので、我が家的には、キャンピングカーの必要性、欲しいという思いがなくなってしまいました。ところが同じ年2019年の9月に関東圏を襲った自然災害、台風の影響で、千葉県ですね、近隣の千葉県がものすごい大打撃を受けました。避難所生活も大変そうでしたけれども、それだけでなく、屋根がなかなか修復できなかったり、あるいはライフライン、水や電気ですねがなかなか復旧しなかったり、そういった日々が、テレビから流れてくるたびに、それを見るたびに、なんとか、備えておかなきゃいけないな、こういった時にキャンピングカーがあったら避難できるな、そう思うようになったのです。そう考え直してキャンピングカー探しを再び始めたのです。地元の川崎競馬場で行われたキャンピングカーショーに行ったことが初めてのキャンピングカーとの出会いになります。この時は私が運転するならやはり軽キャンかな、そう思って軽キャンピングカーばかりを見て回りました。夫が軽キャンだと私たち夫婦は巨漢なので、狭いんじゃないか、ライトキャブコンの方がいいんじゃない、そう言い始めたので、再びまたネットで今度は検索をし始め、埼玉県の東和モータースさんにあるカービィを見に行き、そしてその場でとても気に入って、すぐ、契約をするという形になったのです。災害に備えて家庭用エアコン、ソーラーパネルなどつけられるオプションは全てつけていただいて、我が家的に完璧なキャンピングカーを購入できることになりました。ですからとても大切に乗っていたわけです。ではなんでその大切に乗っていたカービィを売却することにしたのかというところが2番目の話題になります。一言で言えばカービィ自体が悪いわけでは全くありません。我が家のドライバー気質によるところ、これが一番だと思います。2022年の2月にあった出来事で売却を決意したのです。通常高速道路を走っている時に、大型車が横をすり抜けていくと車体が大きく横揺れする。これはキャンピングカー、特にキャブコンのあるあるだと思います。
経験されたことがある人が多いのではないでしょうか。でもそれはミラーを見ていれば、あらかじめ予測もできますし、対応もできると思います。ところが初めて味わいました。横風が長時間吹いたのです。もう生きた心地がしませんでした。高速道路のところどころにある吹き流しと言われている、鯉のぼりのようなものですね。これが真横で、それも狂ったように吹き上げているような状況というのは、風速10メーター以上と言われています。このような時には、速度を落とす、これが鉄則だと思います。しかし我が家の夫はそんな状況でもスピードを落とすことができない気質なんです。左車線から右車線に車体を持っていかれるような本当に強い強風、この中で時速80キロで走行しようとします。我が夫です。お願いだからやめて、お願いだからスピードを落として、お願い、落として落として落として言い続けて、体の硬直が止まりませんでした。この日以来カービィに乗って遠出することができなくなりました。いつ吹くかわからない風、それを考えただけでとても乗る気にはなりません。これが売却理由です。それから毎日毎日次のキャンピングカーをどうするかということばかり考えて、いろいろと検索しました。我が家の現在のキャンピングカー選びの必須ポイントというのは4つあります。1つ目は安定した走行性、これは絶対条件ですよね。2つ目として室内でかがまず歩けること。私たち夫婦は体も大きいですから、室内でゆったりと過ごせる空間が必要です。これもポイントの一つです。3つ目として、トイレスペースを確保できること。今までももちろん積んではいたんですけれども、年取ってくるとやはりきちっとしたトイレスペースがあった方が、雨の日とか夜中とか外に出ていくということが、大変になってきますので、そのスペースを確保できること、これも大事なポイントです。そして最後4つ目です。これは納期が早いこと。これは災害、特に自然災害というのはいつやってくるかわからないので、できるだけ早く欲しい、これが条件の一つになっています。この4つが我が家の必須条件という形で、これをもとにいろいろな方の YouTube や、メーカーさんのホームページなどを見ていろいろ検索しました。そしてこの3つが叶うだろうと思われる3台の、キャンピングカー、バンコン、キャブコンを見つけました。次回の動画では悩みに悩んで見つけ出した3台のキャンピングカーの見積もり書なども交えながら決定したキャンピングカーをご報告したいなというふうに思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。